こんにちは、アルシチャンネルです。今回は今こそ学びたい日本のこと。地球の歩き方ブックは有名で、世界各国いろんな国のバージョンが出ていますが、日本人だからこそ今もう一度日本のことを学んでみようという本です。早速見ていきましょう。現在では日本人以上に日本文化への愛が深い外国人がいて驚くことがあります。特に彼らから最も熱狂的に愛されているのは日本の漫画やアニメ、映画です。オタクという言葉は海外でも認知され、自らをオタクと称する人も少なくありません。実はこのオタクという言葉、以前はネガティブな言葉でしたが、今ではポジティブな意味を持つようになりました。日本の漫画やアニメ、映画やゲームなどが海外で日本以上に熱狂的に支持され、日本に逆輸入されてきたことが、このオタク文化が見直された理由の一つです。実は19世紀後半にもオタク文化と同じように海外で熱狂的な支持を得た日本文化がありました。それは1867年、パリの万国博覧会からヨーロッパに広がった浮世絵を代表とするジャポニズムです。浮世絵は印象派のモネやゴッホなどにも愛好され、当時の西洋美術に大きな影響を与えました。特に葛飾北斎への評価は高く、神奈川沖浪裏は世界で最も有名な日本の風俗画です。この浮世絵が高く評価された理由は単に美しいからだけではなく、その当時の西洋美術にはなかった観点を持っていたからでした。当時の西洋絵画は肖像画や宗教画が主流で、油絵で写真のようにリアルに描くことに重点が置かれていました。一方、浮世絵の題材は江戸の庶民生活や街、自然が中心で、遠近法を使わないダイナミックな構図や版画による多色刷りの色鮮やかさが特徴でした。では、今人気の日本の漫画やアニメ、映画はどのような部分に魅力があるのでしょうか。日本最古の漫画は今から900年ほど前、平安時代後期に書かれた鳥獣人物戯画であると言われ、漫画やアニメのルーツとして世界的にも評価されています。これが鳥獣人物戯画ですね。江戸時代に入ると印刷技術の発展により漫画は大衆化され、漫画という言葉が一般に定着していきました。第二次大戦後にはサザエさんや鉄腕アトムが発表され、漫画の人気は日本の復興とともに復活していきます。中でも漫画表現を芸術の域まで高めた手塚治虫は漫画の神様と呼ばれています。日本アニメの歴史は海外からアニメーション映画の技術が入ってきた1896年から始まります。それからスタジオジブリの制作法として有名なセル画のアニメーションスタイルが1930年代から徐々に確立されていきました。セルロイドの薄い透明なシートに原画を描いていくこのスタイルは、滑らかで美しい描写が魅力となり、海外でも高く評価されました。続いて1963年、日本で初めて30分の連続テレビアニメ、鉄腕アトムが放送されます。同じ年にアメリカでも放送され、高視聴率を獲得したことで、日本アニメが海外に広まりました。そして1990年代にはドラゴンボール、セーラームーン、キャプテン翼などが放送され、海外で日本アニメが大ヒットします。その後も勢いは止まらず、ジブリ作品をはじめ、ポケットモンスターや最近では君の名はなど多くの作品が世界的にヒットしています。アメリカの漫画と日本の漫画やアニメとの違いは何だと思いますか？特徴の一つとして、海外では基本的に漫画は子供向けに作られ、ストーリーもヒーローものなどシンプルなものが多くを占めます。正義対悪という対立の構図で描かれることが多く、最後には正義が勝つというストーリーが多くなっています。一方、日本の漫画やアニメはというと、子供だけではなく大人も楽しめるように制作され、手塚治虫の影響により社会的、普遍的なテーマが扱われてきたため、ストーリー性のある作品が多く作られてきました。
そのため、細やかなキャラ設定がされ、季節などの風景描写や登場人物の精神的葛藤などの心理描写も多く描かれました。話の展開も正義対悪ではなく、ドラえもんののび太やドラゴンボールの孫悟空のように、失敗や成功を繰り返して成長していく精神的成長を描いた作品が多いです。興行収入が3億ドルを超えたスタジオジブリの千と千尋の神隠しにもこの成長物語があります。10歳の少女千尋は異世界に迷い込み、豚に変えられてしまった両親の呪いを解くため、八百万の神々が来店する浴場で働きます。冒頭の頼りない千尋とラストシーンの千尋を比べると、約2時間の映画の中で精神的に大きく成長していることがわかります。日本の漫画やアニメのキャラクターは海外と比べるとある特徴があります。まず女性キャラは綺麗というよりは可愛いイメージで描かれることが多いです。男性キャラの場合はワンピースのルフィのように無邪気で天然な一面を持つ愛されキャラが目立ちます。読者は主人公が勝ち負けの経験や修行を積むことで成長するストーリーを楽しみます。このような日本作品の特徴から萌えというサブカルチャーが生まれました。萌えというのはもともとは女性キャラの可愛さに身もだえする感情を表した言葉でしたが、今では好き以上の愛着や情熱を表すときに使います。こうしたキャラクターに対する熱狂的な気持ちはコスプレ文化にも発展していきます。今やコスプレ文化は世界中に浸透し、アメリカやフランス、イギリスや台湾で開催されるコスプレイベントには多くのコスプレイヤーが集まります。海外のアニメにも魅力的なキャラは多いですが、日本のアニメのコスプレをする人が大半です。では、日本の映画はどうでしょう。日本映画にもまた高い評価を受けている作品が多くあります。1896年、アメリカやフランスで初めて映画作品が公開された約2年後、日本でも映画制作がスタートしました。第二次大戦後には国民の娯楽として定着し、1950年に制作された黒澤明監督の羅生門がベネチア国際映画祭で受賞作品に選ばれ、日本映画が世界に知られるようになりました。黒澤監督はその後も1954年に7人の侍で賞を受賞し、世界の黒澤と称されるほど映画界に影響を与えました。スター・ウォーズを作ったジョージ・ルーカスやインディ・ジョーンズを作ったスティーブン・スピルバーグなどは、この黒澤明監督の影響を受けたと言っています。アニメ映画でも世界的に高い評価を得ており、2003年の千と千尋の神隠しは日本歴代興行収入第1位となり、その人気は不動のものとなりました。もののけ姫や隣のトトロなど多くのジブリ作品が世界中で愛されているほか、2016年に公開された君の名は世界135カ国で上映されるなど、日本のアニメブームは世界に広がっています。外国人にも人気の神社として千本鳥居で有名な京都の伏見稲荷大社があります。この神社が人気となったきっかけは京都の芸者が題材のさゆりという映画です。主人公の少女が千本鳥居を走るシーンがあり、その異世界のような魅力的なシーンをきっかけに神社ブームが巻き起こりました。次は人々に愛される日本食。あなたが海外旅行に行くとき、楽しみにしていることは何ですか？楽しみの一つは食事だと思います。海外から日本へ来る旅行客も日本食を楽しみにしていると回答しています。ここでは日本食の良さをもう一度学んでみたいと思います。日本食の歴史は長く、生食や出汁の文化に中国や西洋のエッセンスが加わった結果、どの国とも違う独自の食文化に発展しました。特に日本の食文化は江戸時代に最も発展しています。例えば、江戸の4大名物料理は何だと思いますか？そうです。お蕎麦、
天ぷら、握り寿司、うなぎのかば焼きです。これらはすべて江戸時代に生まれ、今ではたくさんの人に愛されています。食文化が江戸時代に発展した理由は、戦国時代が終わり、その後約260年、平和な世が訪れ、地方から江戸に多くの人が集まるようになりました。今まで戦うことや生き抜くことに費やされていた時間が、日常や文化に費やされるようになったため、江戸の露店では天ぷらや寿司が売られるなど、手間や暇をかけたこだわりの料理が研究されていきます。また、様々な地方の食文化が江戸に集まり、新たな江戸料理の文化が生まれました。日本人の伝統的なこの食文化を和食と呼びますが、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されています。和食の特徴は主に4つあると言われています。一つは多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重。二つ目は健康的な食生活を支える栄養バランス。三つ目は自然の美しさや季節の移ろいの表現。四つ目は正月など年中行事と密接な関わりと言われています。まず和食の大前提にあるのは日本人の主食お米です。和食は基本的にお米とお米に合うおかずで構成されています。お米の歴史については諸説ありますが、最新の研究では縄文時代から日本でお米が栽培されていたと言われています。時代が下るとお米は食料としてだけではなく、物価の基準やお金の代わりとして扱われるようにもなりました。また日本には国霊や稲玉といった言葉があり、お米の一粒一粒に精霊が宿っていると考えられてきました。お米は最後の一粒まで食べるという人が多いと思いますが、その理由は食事を無駄にしないという意味だけではなく、お米には精霊が宿ると考えていたように、お米をとても大切なものだと考えているからだと思います。毎年11月23日に日本中の神社で行われている新嘗祭は、お米を収穫する秋に収穫できた感謝の心とともにお米を神様に供える行事です。現在では文化の日ですよね。本来は新嘗祭の日です。続いて日本食の2つ目のキーワードは出汁です。あっさりとした味わいのお米を主食とする日本では、その味付けにも工夫を凝らしてきました。その結果、昆布や鰹節などから取れる出汁が和食の味付けや下味のベースとなりました。この出汁には旨味の成分であるグルタミン酸が含まれており、料理の味をさらに美味しくする作用があります。英語では旨味と表現され、今では世界中に広まり、甘み、酸味、塩味、苦味の4つの基本味に加えた5つ目の味として、この旨味が国際的に認知されています。また、信仰する宗教にかかわらず、日本人は食べる前にいただきますという方が多いと思います。これは食材を育ててくれた人や調理した人に対しての感謝だけではなく、いただく命に対しての感謝の気持ちも含みます。また、いただく命は無駄にしないように、様々な調理法で無駄なく食材を調理します。例えば焼き鳥では、ハツは心臓、ぼんじりはお尻など、細かく部位を分け、焼き加減を変えて調理したり、残った骨はスープの出汁に使ったりします。この無駄にしないという日本人の考え方は、日本食の浸透とともに海外でも広く通じる日本語になりました。食事でおもてなしをされたとき、残さず食べるのが日本のマナーとされますが、例えば中国では満足したという意味を込めて少し残すのが良いとされています。このような対照的な食文化の違いからも、日本人の食事に対する独特な考えを知ることができます。次は居酒屋と日本酒を見ていきましょう。日本では一般的な居酒屋ですが、海外では食事はレストラン、酒はバーやパブと分かれていることが多く、この2つが混ざった居酒屋はとてもユニークです。ではこの居酒屋はいつ頃から日本にあるのでしょうか。実は居酒屋の歴史は江戸時代に幕府が行った参勤交代が関係しています。参勤交代で日本各地の大名はたくさんの人たちを連れて江戸まで旅をするようになりました。
その旅路で主要街道として利用された東海道や日光街道、奥州街道を中心に旅行者が宿泊や休憩をする宿場町ができ、そこから料理茶屋が発展してきました。この料理茶屋では各地域の名物料理が出され、後に食事と酒を提供する居酒屋などになっていきます。江戸時代には庶民の間でお酒を飲みながら俳句を読むことが流行っていたそうです。この居酒屋に欠かせないのは日本酒です。日本酒の歴史は縄文時代にはすでに始まったとされ、日本最古の書物の一つである古事記には、ヤマタノオロチの物語に登場し、スサノオノミコトがヤマタノオロチにお酒を飲ませて、酔ったところで退治をするという伝承が伝えられています。日本では日本酒は神聖な飲み物として、お祝いの席や行事に用いられてきました。神様にお供えする日本酒のことをおみきと言い、正月や結婚式などのお祝い事の時によく飲まれます。日本酒の入った大きな樽を木筒で割る鏡開きを見たことがある人は多いと思います。鏡は樽酒の丸い蓋を指し、叩いて樽を開くことでこれからの運を開くという意味のある願掛けです。神様に捧げた酒をその後お下がりとして参加者に振る舞い、神様の力を分けてもらえると考えられています。日本酒の約 80% は水分のため、水の質が日本酒の質にそのまま影響します。日本の水は多くが軟水であり、世界的に見てもかなり柔らかい口当たりで、国土は水に恵まれ、各地によって水の味が違います。そのため、その土地ならではの日本酒を楽しむことができます。日本酒の味の違いを楽しみながら、各地の居酒屋を回ってみるのも楽しいと思います。次に日本の食文化を見ていきましょう。歴史が長く独自の発展を遂げた日本には、日本にしかない多くの職業があります。侍、忍者、相撲などの食文化は、そのまま海外でも通じるほど認知度が高く、人気があります。例えば、侍はどのように生まれたのでしょうか。侍の起源は平安時代に遡ります。徳の権力者であった平安貴族たちが護衛として雇っていた者が次第に武術を極め、後に侍となりました。侍の語源は人に仕えるという意味のサブラウであり、侍は雇われている武士を指します。ちなみに雇われていない侍は浪人と呼ばれていました。侍の仕事は御恩と奉公。今で言えば労働と対価の関係で成り立っていました。貴族や将軍などの主君に尽くし、その報酬として褒美や領地などをもらいます。やがて侍たちは結集して武士団を作り、勢力を拡大。大きな軍事力を持った源氏や兵士などが貴族支配の社会を転覆させます。初の武家政権である鎌倉時代には、武士が実権を握ったため、武士文化が発展していきました。この武士文化の中で武士道というのがあります。武士道は神道や仏教、儒教が混ざり合った思想をベースにした日本独自の和の精神です。この武士道という言葉は新渡戸稲造によって作られましたが、1900年に出版された武士道という本でこの武士道が定義されました。武士道には義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義という7つの徳があり、武術だけではなく高い精神性も求められました。自分が犯した失敗や恥に対して自ら腹を切る、切腹にもその概念の一端を見ることができます。現世に執着せず義を果たす武士道の精神は、咲いてすぐに散る桜によく例えられ、武士道というは死ぬと見つけたりという有名な句もあります。ところで、侍はなぜ独特な髪型をしているのでしょうか。それは平安以降、戦の際に被るようになった兜と関係があります。湿度の高い日本では、兜を被ると戦闘中に頭が蒸れてしまいます。この頭の蒸れを防ぐため、ちょんまげというユニークな髪型が生まれました。江戸時代には侍だけではなく、庶民にもこの髪型が流行りましたが、1871年、明治政府の断髪令により、この髪型は廃れていきました。それでも、
今の相撲界では、幕下以下の力士は髪をちょんまげに、十両以上の力士は大いちょうに言って土俵に上がるなど、名残を見ることができます。次に忍者について見ていきましょう。忍者は歴史的に忍びと呼ばれ、今のスパイのような諜報活動を行っていたと言われています。一般的には各地の大名に雇われ、侵入や放火や待ち伏せなどをして対立する国の情報収集を行い、主君に仕えるのが役目でした。聖徳太子の時代から存在したとも言われていますが、確実に存在が確認されているのは南北朝時代です。三重県の伊賀や滋賀県の甲賀忍者が有名ですね。伊賀や甲賀は都の京都に近く、周りを山に囲まれていることから、政治的な亡命者や修験者が多く、忍者特有の戦術が発達し、忍術が形成されました。忍者は忍びというように表舞台での活躍はあまりないので、未だに謎に包まれた部分が多い存在です。戦いに敗れて潔く死を選ぶ侍とは対照的に、忍者は集めた情報などを生きて持ち帰ることが重要なため、生き残るためのサバイバル術に長けていました。そのため、医療の知識や薬の知識も持っていたと言われています。忍者の活動は主に諜報活動が目的で、敵と戦うのは最後の手段であり、護身用に手裏剣などの武器を持っていましたが、多くの場合は怪しまれないように農具型の武器を使用していました。また、忍者が逃げるための技術力は高く、伊達天の異名を持つ忍者は1日に50里、約200キロも走ることができたと言われています。次に相撲を見てみましょう。日本の国技とされている相撲は1500年以上前からあると言われています。700年代に作られた古事記にも国譲り神話の中で力比べのシーンで相撲が登場しています。奈良時代以降はその年の農作物の収穫を占う儀式として相撲が盛んに開催され、五穀豊穣を祈る神事の一つとしても行われてきました。江戸時代に相撲が行われていた代表的な場所が両国の恵光院というところであったため、その場所に今の両国国技館が建設され、今も相撲の聖地となっています。また日本人には独特の職人気質があると言われています。腕を磨くという言葉には、自分の人間性を高めるという意味も含まれています。金銭欲にとらわれず、質の高いものづくりを行う精神性は、日本特有の職人気質の一つです。日本の神道では、万物に魂が宿ると考えられており、魂を込めて物を作るという思想が生まれました。この丁寧なものづくりこそが日本の伝統工芸の特徴です。また、地震や台風などの自然災害に対応するため、限られた資源の中で無駄なく物を作ろうとする考えから、高い技術力の獲得へつながったとも言われています。一方、ヨーロッパでは宗教的な考えから労働イコール苦行という考えが一般的でした。古代中国でも労働の労は苦労して働くというネガティブな意味で捉えられ、ヨーロッパや中国のように労働自体が苦行と捉えられる傾向のある文化では、効率的で合理的な仕事が発展していきます。今では多少変わりつつありますが、日本では今でもお金儲けのみに集中することは卑しいことというイメージがあり、これは稲作文化による汗水垂らして働くことや、ものづくり文化による金銭にとらわれず良いものを作ることという歴史的な要因が関係しています。次に、日本の心を見ていきましょう。日本語から紐解く日本の心。日本語そのものには多くの魅力があります。中国の漢字文化を取り入れ、そこから日本独自のひらがなが発展し、カタカナも使っています。英語の場合はアルファベット26文字ですが、日本語の場合、ひらがなとカタカナの50音で100文字。さらに漢字を合わせると、文字の種類は10万字にもなるそうです。この数の違いがもたらす最も大きな違いは、繊細な表現力です。日本人は物事の微妙な違いを表す繊細な日本語表現をたくさん作ってきました。例えば、色を見てみましょう。英語の場合、違いを表す形容詞は deep や light、
ダークなどの表現が一般的ですが、日本語の場合、青なら藍色や瑠璃色、忘れなぐさ色、鉛色、空色など多彩な名称があります。この日本語の多様性は人間関係にも深く関係しています。英語の場合は、私と表現する場合、I、あなたは You。一方日本語の場合は、私だけでも、私、私、俺、僕、わし、拙者、おいら、自分、おいどん、うち、我が輩、わらわ、小生、あちき、己、東方など多彩な表現があり、またあなたの場合は、君、そちら様、お前さん、あなた様、汝、そなた、そち、お主など無数の言い方が存在しています。この呼称や発音の微妙な違いで感情や敬意や愛憎を感じ取ることに長けています。現代でも敬語などの形で引き継がれており、TPO を判断して尊敬語や謙譲語まで使いこなして会話を進めています。日本語って難しいですよね。最後の章は地理と文化で見る日本。島国である日本は実は世界的にもユニークな地理的環境にあります。国土の 66% が森林のため、多くの場所で水が湧き出ています。水が豊富で衛生管理が行き届いている土地が多いことから、人々が生活しやすい環境と言います。この日本の環境は当然ながら日本人の思想や文化に大きな影響を与えました。例えば15世紀まで遡ると、ヨーロッパから始まった大航海時代以降、アジアの多くの国が植民地化されていく中で、日本はその地理的環境を生かして鎖国に成功し、その支配から逃れた歴史があります。特に第一次大戦、第二次大戦のあたりを見ると、アジアの国の中で植民地化されていなかった国は日本とタイぐらいと言われています。この島国の利点は何でしょうか。島国は大陸と違って国境が海でしっかりと分かれているため、外から攻められにくいという特徴があります。しかし逆に他国と貿易などをする場合、海で隔てられているため、船が必要となります。そのため、地続きの国同士の貿易よりもはるかにハードルが高く、必要な食料などはできる限り海外に頼らず、自国で生産することが理想でした。江戸時代には、サトウキビなどの海外由来の植物が幕府の政策や農民の努力によって国内で生産可能になりました。現在、日本の食料自給率は 40% ぐらいですが、江戸時代の食料自給率はほぼ 100% でした。また島国の特徴として国土を増やすことはできません。国外へ領土を広げるには不向きな地理的環境のため、国内で限られた土地を取り合う争いをしていました。同じ言語を持つ日本人同士が戦うため、戦いにも共通の作法のようなものがあり、例えば戦国時代では大将の首を取ったら勝ちという将棋のようなルールの下で戦っていました。勝利した方は敵の領地を獲得できますが、その土地の多くは稲作を行う農地であり、管理する人員が必要です。そのため、戦の後、勝った国は、負けた国の兵士や農民を自分の国の民として抱えるようになります。こうした戦に伴う人の吸収や移動は、共通の言語や食文化を持っていたからこそ成立したのです。先ほど触れたように、大航海時代から始まったヨーロッパ諸国の植民地主義により、16世紀初頭からアジアの多くの国が植民地化されました。日本とタイを除いたすべての国が植民地化されていきます。インドや中国もイギリスとの戦争に敗れ、アジアの多くの国では独自の文化が衰退していきました。日本が国土を守れたのは様々な要因がありますが、植民地化されなかったことによって代々受け継がれてきた文化や習慣が今も失われずに残っており、今の日本文化を形成しています。この独自の文化の一つに神道という宗教があります。
神道では自然を神のような存在として崇め、自然との共存、調和を目指すようになりました。この神道にはネイティブアメリカンなどと共通する石や木などあらゆるものに魂が宿るというアニミズムの考え方があります。神道は時代とともに儒教や道教、仏教と混ざり合い、今の形へと変容していきますが、このアニミズムの傾向が最も強く出ていたのは縄文時代だったと考えられており、このような原始的な神道を古神道と呼んでいます。その後6世紀に仏教が伝来し、神仏集合を得ると、古事記の編成をきっかけに日本神話をベースとした神道が体系されていきます。では、神社の特徴とは何でしょうか。神を祀る場所を神社と呼んでいます。鳥居が立っていればそこは神社ですが、特に大きな特徴は、キリストの像や仏像のように神を具現化した対象となる銅像がないことです。そして、神道にはキリスト教や仏教のように何かをしてはいけないというような決まりはありませんが、汚れを悪いものとみなします。汚れは汚れと書いて汚れと読むこともあり、汚れた状態は不浄とされ、気が枯れるとされています。この汚れを避けるという神道の教えが無意識のうちに身についていることで、日本人は目に見えるものだけではなく、自分の精神も正常に保つことを古来より習慣化しています。街中のトイレがきれいに保たれ、玄関では靴を脱ぎ、多くの人が毎日お風呂に入る日本人は、海外の人から見るときれい好きと認知されていますが、その要因はこうした神道の教えにあると考えられています。最後にアニミズムについてもう少し見てみましょう。アニミズムは自然に宿る霊的な存在を精霊として恐れ敬う信仰のことを言います。これはアニメでも見ますね。隣のトトロのトトロや猫バス、真っ黒クロスケ、もののけ姫のダイダラボッチにも現れています。日本のアニメもこのアニミズムの影響を大きく受けています。このアニミズム信仰で知られる人種としてアメリカの先住民、ネイティブアメリカン、インディアンですね。またオーストラリアの先住民、アボリジニが挙げられます。アニミズムを信仰する民族は人も自然の一部として捉え、自然との共存や調和を重要視します。しかし、ネイティブアメリカンやアボリジニの精神性は、ヨーロッパ諸国と異なるという理由から、非文明的というレッテルが貼られ、近代になり侵略や奴隷化されるという浮き目にあっています。アニミズムを信仰する民族には、現代社会で普及している土地の所有という概念がなく、土地は神から授かったものであり、人間が所有するものではないと考えていました。これを逆手に取り、アメリカはネイティブアメリカに対し一方的な契約を結び、土地を奪ってしまいます。また、イギリスも同様に、誰も所有していないからという理由で、オーストラリアのすべての土地がビクトリア女王のものであると決め、一方的にアボリジニから土地を奪ったのです。土地を奪われたネイティブアメリカンが当時のアメリカ大統領フランクリン・ピアスへ送った手紙から彼らのアニミズム思想が伝わってきます。日本人にも通ずるものがあると思います。空や土地をどのように売り買いできるでしょうか。植物も砂浜も虫の鳴き声もすべて私たちにとって神聖なもので所有できるものではありません。なぜなら私たちは地球の一部で地球は私たちの一部だからです。